あ、お願いします。あ、ありがとうございます。ちょうどYouTube 撮影中です。あ、そうなんです。こんにちは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 。ここへ来た時のなんか誰がちょっと待って、全然何の歓声も上がらなかったのに、飛び込んだ。みんな立ち止めた。すごいお客さん入ってるじゃないですか、いっぱい。入ってるね。本当にありがたい。すごいですね。ありがとう。ありがとう。ちょっといいですか。紹介するわ。は人類ミラメルの社長。あ今日はありがとうございます。あ、そうや、俺 V で見ました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これが一杯のやつですね。すごい。こんな大きい。うわ、これ今本当に届いたとこ、ちょっと徳井くんが一番目のこの8のお客さんになってほしい。あ、いいですよ。いいですよっていうか、ありがとうございます。やったー、嬉しい。じゃあこれでダブルでいけるんですね。ダブルいけます。いけるやん。じゃあダブルで。はい。はい。すごい。機材もすごいね。いや、やっぱ機材ちゃうねん。あんなマイクのやつもついてる。だからね。すごいね。だってめっちゃ画像綺麗うん、もん。画像綺麗。ちょっとから行く？いやいや、だから。なんで今回こういうラーメン屋さんをやることになったんですか。あ、最初言うだけで言うだけで。はい。ある番組で、え人類みんな麺類さんがの社長の松村さんが来てはって、でその時の企画で32年前17年前に潰れたボヨヨンラーメンあれをもうよく成功しはる社長が企画なんかプロデュースしたらどうしますかみたいな、そしたら成功しましたかみたいな企画で知り合って、そしたらもう社長やってくださいよって言ったら本当にやってねコラボしてもらって。ほら前のホエヨンラーメンうまいんじゃは17年前に7ヶ月間で閉まってしまったんで、やっぱりこれちょっとリベンジで。そうリベンジで人類ミラ麺類さんの力を借りて、だからこういう鉢、これさゆりちゃんが作ってくれたんですよ。これサリガンのこれ手作りで、手作りでこれ2日ラーメンチュルルーラーメンチュルルーやってもらっていいですか。そういうのやめてもらって。これなし。これはなし。はしゃがないでください。でもあれですよ、人類みな麺類ってめちゃくちゃ人気店じゃないですか。そうよくやってくれましたよ。そうなんです。そうやね。だからね、社長にしてもある意味実験で、今回はだから成功のオーラの社長の成功のオーラと、失敗のオーラのうちとこの頂上決戦だって言ってるんです。そうそうだからワンピースで言うたら赤犬対青生地やね。はいはい。ラーメンに関しては勝見さんのお二人はなんか関わってるんですか。口一切ね。そう味はもう一切もう全部任してるから。だからね。よかったですね。味のチェックとかもはしてるんですか。いやしましたよ。しましたけど。味のチェックもしないでください。味のチェックもしたらあかんの？味のチェックして言うたコメント言ってあげて。ピンクのラーメンにしてくださいって言うたら一本だけ入れましょうかと。でも一本だけ。一本だけ。でよ見てラーメンチュルルも一本だけピンクやねこれ。こうなってるんですね。実際こうなってる。そう本当はちなみにボヨヨンラーメンっていうのは昔ピンクのラーメンやったんですけども、今回もそこはちょっと踏襲してもらったらいいからやめときましょうかっていうことで。よかったです。前のラーメン屋の時徳井君来てくれた。僕行ってないです。そうなん。前はピンクの内装でピンクのラーメンで売り上げだけは真っ赤っか。もう地獄ですね。地獄ですか？地獄や。一切ラーメンには関わっていない。そう。一切もう本当ねこれがね皆さんの一番の安心材料だと思うんですけど、味はもう一切ねもう何も一切。でもね味は間違いない。そう本当。
そりゃそうですよね。さすが人類麺類さんですから、はい。で、え私ね作るところね社長に見せてもらってね、ええあ、ラーメン屋さんってこんなにえこだわって作るんだと。いや当たり前でしょ。でだってええ鶏だしのね鶏ガラのだしの出し方でもこんな技術あるんだとか、ちょっとカツオとかもあるものをねそこにねちょっと垂らしてそっからみたいなとか、もう見たことないような技術。これは超人気店ですからね。そう西中島南方の駅前に本店がね人類ミラ麺類の本店がありますけども、大体ね長くて5時間待ち、普通早かったも30分待ち、でそのやっぱりねチャーシューの厚切りがものすごく有名でね、それを食べたいがために何時間か並ぶんやけども、なんとこの人類ミラボヨンラーメン、はいそのチャーシューよりももっと煮込んだすごいやつを出してくれはった。もうね社長がもう自分史上はいナンバーワンの作れましたって言ってる。これ以上煮込んだら形がなくなるねんて、うん。そこまで煮込んでくる。そうなんです。いやそのチャーシューにも関わってはないですよね。勝見さゆりは。全くかかってない。ちょっとその一応安心材料として、はい勝見さゆりはこのラーメンには一切関わってませんっていうのを一回ちょっともらっていいですか。それわざわざ言うの？ちょっとそれだけ言っとかないと、お客さん心配すると思うんですけこのデザインを僕たちがやったの。このねここのねこういうのはねこういうの勝美さんと夜中徹して朝までかかってこれ全部夜中5時間かけて、はい。太陽をかくとき脚立でもうシンナーでフラフラになって落ちそうになってて俺。フラフラになってだからちょっと太陽ちょっといがんでんねんあれ。でもね5時間かけて2人で描いた。2人だけで。はいでそれお店はじゃあ店内はまあ別にいいんです店よ。内のデザインは僕たちやりましたけども、味には一切関わってませんので。はいはい。わかりました。ありがとうございます。本当に皆さん安心していただきます。安心してくれた。あ、うまっ。うまい。何これ。勝見さんちょっと一回もはけてもらっはい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 。あらなんでしょう。て。この勝見さゆりさんの馴れ初めを知らんかったなと思って、あはっきり馴れ初聞いてなかったなと思って、はいちょっとそれを聞きたいんです。それは本当にまあちゃんと言えば、はい。激闘スタジアムっていう番組があって同じチームで、うんある打ち上げの時に柔らかこれなんやうま。これ言っていいのかなこれをね、うん相席食堂で喋って、うん炎上したのよ。あ、コンプラ今のコンプラ的にってコンプラ的にダメ。私はね、面白いと思って喋ったんだけど、どうも今の時代に合ってなかったみたいで、じゃあでも言ってもいいですかこれ言ってもいいじゃあ一旦聞きます。一体いい、はいこれちょっともしも徳井くんのあれで、僕のコンプラ的にオッケーダメなか、らちゃんと処理します。なんかそれでなんかその番組の打ち上げがあってさゆり神戸だからなんか電車がなくなって帰れなくなって、その時にその当時の三師匠が「かっちゃん車あるやろ」って言ってなんかさゆり送ってったってくれっていうことになって。でなんか勝美さんの車に乗って私が帰ることになって、はでその時にものすごいなんかお話が弾んで、勝美さんもね1億7000万の借金いっぱいあるのに結構ね前向きなこととか言ってはってすごいなと思って話が弾んでる時になんかもう家近くなってもう帰るんかな思ったら勝美さんが「もうちょっと喋ってもいいかなさゆりちゃん」みたいな。
で楽しかったしいいですよって言って、そしたらなんか喫茶店行くんかなと思ったらちょっと僕ね顔さすかもしれへんからちょっと顔ささんとこ行ってもいいかなって言われて、でなんか神戸の三宮の上の北の坂って坂あるんだけど、そこ登っていきはったらなんかすごいキラキラ街が出てきて、ではなんかキラキラなとこと思ったらなんかね本陣っていうところの中ねなんかバーンって看板出てるなんか大きいホテルみたいな建物出てきて、なんか緑のねペランっていうところをね車でねそのまま入っていこうとしてね、びっくりして、これはひょっとして例のあれかなと思って「勝美さん私そういうつもりないです」って言ったら、勝美さんが「大丈夫大丈夫、そういうつもりじゃないよ、ここやったら顔ささへんから話するだけ」って言われて「そうですよね、ごめんなさい、変なこと考えて」と思ってついていって、ドア閉まった瞬間に押し倒されました。でも結婚してるんですもんね。そうです別に。そうで私はなんかちょっとなんかその話の中で尊敬してたし、すごいな、自分でやった借金は自分で返すって言って立派やなとかって思ってたからあれやったんですけど、なんかあれよあれよで気がついたらなんか裸でした。すみません嫌ではなかったというワードだけ一言もらっていいですか。嫌ではなかったです。ありがとうございます。じゃあそこからこれね本当ねちょっとね楽しんでいただこうと思ってねテレビで言ったらね令和はね炎上しました。そうなんですかね。はい別にね、後に結婚してるんだからいいと思うんです。そうなんか気がついたら裸だったイリュージョンって言ったらそんな面白くなかったんですよね。でそれがあってお付き合いが始まって、じゃあこうぬるっと始まったって感じなんですか。ぬるっとっていうか、なんか勝美さんはずっとさゆりのことを本当は好きでいてくれはって何回も申しをかけてくれてはったみたいだけど、私がどんくさくて気づいてなくて、お付き合いしましょうってなってお付き合いして何年で結婚したんですか。そっからなんかちょっとしてなんか同棲が始まったんです。同棲始めるつもりなく勝美さんの借金を代わりになんか仕事があるから昼間の銀行がね今みたいにモバイルがないから銀行に行かないと支払いができないのを代わりにずっと銀行を行ってあげる作業をやってたら帰れなくなって、そっからぬるっと同棲にちょっと入っちゃうみたいな。で私はもう支払い担当みたいにずっと銀行を巡って何行っていろんなと思う何行もあったから銀行がそこをずっと巡ってみたいなで始まって、そっから結婚したのが何年目ですか。6年か7年目。で結婚した後も数々の事業に失敗しで今に至ると。今に至る。はい。勝美さんのこと好きなんですか。好きなんです。視聴者を代表して言いたいんですが、どこが好きなんですか。ね、街で歩いててもね必ずね1日に何人かにはそれ言われる。なんて答えてるんですか。わからんって言います。わからんけど好き。けど好きなんです。